実は今年の初めにうつ病と診断されまして、無限に寝ちゃうんですよ。デバイス作りって楽しいので、起きてられるようなったんですよね。はい、リテラスパッドさまざまな組み合わせで遊べるんじゃないかと。できましたパッド坂の方いきたいと思いますそしてそれからはい次3D プリンター購入、まあこれもうゲーム全然関係ない話になっちゃうんですけれど、まあプロ活動を通して自己肯定感っていうのはすごい上がったんですよね。自分はやればできる人間なのかっていう。そういう気持ちはできて、で、そうなった時に自分のためだけに純粋にやりたいことは何かって言ったら、フィギュア制作というか、3D プリンター購入して、もう何にも知らないですけども、PC も持ってなかったですけども、全部一から勉強して。その間はどういう感じで？ワンコネクトさんの社員じゃなくなったのが4月だったんですよね。2019年この年で。はい。なので、あくまで4月以降はスポンサードという形になって、で、仕事自体はワンコネクトさんに入る前にいた会社になんか出戻りみたいな形で、なるほど。プロ活動もあるんで、派遣社員として短い時間で、週3とかでやらせてもらうっていう形でやってたので、まあそっちの会社に戻った形になりますかね、4月以降は完全に。そして、こちらの10月に、自作レバーレス販売再開ということで、これはこれと違う形になってました。はい。まず増設ボタンはなくて、で、左右ボタンはニュートラルという形なので。これなんかこのタイミングでもう一回販売再開しようっていうのきっかけあったんですか？これはですね、金がなさすぎて。本当に金がなくて。3D プリンター買って、で、まあ、羽黒さんとかもうずっとのめり込んじゃうだろうから。PC も買って、で、まあ材料費とかも結構あんだけでかいものを作るってなると。売れました。この時期はもう需要がかなりあったと思うんですよ、レバーレスコントローラーで。レバーレス自体のあったと思うんで。在庫切ればっかりだったと思うんで。ですね。そしてその翌年度、2021年にはボタン製作に着手。はい。これは、あれですか、やっぱり 3D プリンターの造形の勉強がもろに生きる形というか、ボタンに目つけましたか？そうですね、はい。まあ、3D 造形の技術と、あと、まあ、ゲームのノウハウを、ミックスさせてみようという。まあ、ボタン、使ってて、なんか思ったのが、なんかもっとなんかストローク、詰めて、ちょっと押したら反応して、ちょっと離したら離れるような、なんか無駄の部分を削減したらどういうゲームスタイルになるのかなっていうのが気になって、で、なんか、まあ、キャップの部分だけだったら、まあ、ちっちゃいし、まあ、3D プリンターでも割かし簡単に作れるかなって思ったんで。今自分の持ってる技術と設備でできるのは、上のキャップの部分かなっていうのに。そうですね。はい。で、実際なんかストローク短いボタン作ってみたら、反応も早いし、なんか面白いんですよね。レバーレス始めたきっかけっていうのも、自分のやりたいことがすぐに反映される。反映されるのがいいっていうところだったんで、まあそれにもマッチしてて、まあすごい、いい制作ができましたね。そして2022年9月、リーメスキャップ、はい、発売開始でございます。はい、こちらまず僕が気になったのは、はい、このリーメスという単語、はい、これねすごい今でも気になってるんですけど、なんかこれってガフロさんが作り上げた言葉ですよね。確かリーメスっていうのがラテン語でリーメスっていうのがあって、これが英語のリミットの語源なんですよね。リミット、要は限界。なるほど。リミットキャップみたいな感じで限界を攻めろみたいな。そう。こちらですね、僕も試させてもらったんですけど、はい、
限界をですね、超えて10個買って、5個が、詰めすぎていて、ボタンが押しっぱなしになってしまうという状態で。ただ、フォローさせてもらいますと、説明書が書いてまして、まあ、こういったことが起こるんで、そういった場合削ってくださいね、という、マニュアルはちゃんとついてたんですけど、いや、それにしても攻めてましたね、このリーメスキャップは。まあ、なんか、削るの前提みたいな感じで、販売させてもらって、で、3D プリント自体も、別のところがやるんですね。自分じゃなくて。なので、まあ、どうしてもそこで誤差も出てしまって。だからリーメスを攻めようとすると、まあ、限界なんですけどね、リーメスって。攻めようとすると、やっぱどうしてもそういうリスクと向き合わなきゃいけないってことで、売り物にするって大変ですよね。大変ですよね。あと、あれなんですよね。ボタンのスイッチによっても、接点って実は違うんですよ。なるほど。そっか。売るのはキャップの部分だけだから、中の構造によってもちろん、そう、いろいろ変わるから。だからこれについて僕が正直に言わせてもらうと、ちょっとまあ、買ってくれた人の手をすごい煩わせてしまうようなものになってしまっていたりとかして、で、正直ちょっとあんまり良くなかったなって、なんか、まあ自分の活動の歴史としては、だからすいません、申し訳ありません。まあでもちゃんとね、削って使えるようにすれば、本当にリーメス、まあそうですね、攻めれるものにはなったと思いますんで。売り上げとか反響はどうなんですか？リーメスキャップ自体は、もう1ヶ月とか2ヶ月ぐらいでもう販売終了しちゃって、まあそもそもなんか買ってくれた方はそこまで多くなかったので、まあ反響自体はちょっと、まあわからないという。私が代表ですよね。そして2ヶ月後に、今度はリーメスボタンを発売開始と。僕ね、こっちは、押さえてないっていうか、知らないんですよ。こっちに関しては、キャップと違ってもうボタンとして自分が作ったやつで、もう完成しているものなんですよね。で、このボタンが、リーメスボタン。上4つが、三和製のボタンを元にした、まあ、リーメスボタンで、下が、まあ、精密生産のものを元にしたもので。っていうのは、三和さんとか、静音さんのパーツは使ってるっていうことですか？そうですね。なるほど。まあ、今は、まあ、パーツを提供してもらって製作しているという形になりますね。そうなんですね。どこの部分を、製作してるんですか？キャップ部分だけ取り外して入れ替えてるといった、ボタンごと売るようになってるんですよね。リーメスキャップに比べて。リーメスキャップっていうのはこのキャップの部分だけ売ってたんで、合わせる下の部分によっては、なんか合わないよみたいなことあったんですけど、これはもうセットでやってる分、まあそれは少ないだろうと。まあ自分がもう調整して販売してるんで、まあもうほぼ同じような仕様でそのまま使えるようになってます。一つ一つチェックして。そうです。これ全部チェックしてるんですか？全部チェックしてる。全部チェックしてんの？マジで大変ですね。それは大変。こちらのリーメスボタンに関しては現在も販売中ですか？販売中となります。じゃあそのチェックも結構大変。大変ですね。どうですか？売れ行きは。売れ行きはおかげさまでもう予想以上と言いますか。今普通に買えるんですか？買えます。まあ、アタッサさんの方で売ってるんで、ぜひよろしくお願いします。アタッサさんに頼んでるんですね。そうですね。そして、もう本当に先月、2024年3月、エボジャパン内のルールでまた学ロコンについて研究されるというですね、名指しであったんですよね。ルールで学ロコンはダメっていう。もうでもここまで来たらね、これも逆に宣伝にするぐらいの感じでやるしかないですよね。まあ、正直自分の中だけだったらまだ笑い話かなっていう感じですよね。まあそうか、当時学ロコン買ってくれた人に対してちょっと、まあそういう気持ちはやっぱりあるんで、まあそこを考えるとちょっとまあ悲しいかなというのはあるんですけど、まあこれもでもガフロボックスとは何かっていう
まあ、説明が書いてあるみたいなんですよね。はいはいはい、まあ、それ見ると後押し優先のことを言っていますということなんで、はいまあ、要は、まあ、後押し優先がダメっていうだけなので、まあ、自分が作ったものが全部ダメですということではないらしいので、まあ、そこは安心したんですけど、やっぱりその自分が作ったものをまだ使っている方がその萎縮しちゃったりなんか言われちゃったりしちゃってそうなのがやっぱり悲しいなという気持ちはありますね。まあせめてねこの動画をもしご覧になられているんであれば、その誤解は解けてると思いますので、はいはいまあそもそもの基盤の特性ですからね。そうなんですよね。ブルークの基盤の特性でそれをガフロさんの名前と紐付けられても、なんなら自分がなんかすごいことしたかのように書いてると思うんですけど、別にそんなことない。いやでもすごいことはやってますよ。なかなか考えないですよ。このレバーレスで頭では思っても、なかなかね行動までそれを起こせる人っていうのは非常に少ないと思うんで、だからこそやっぱね、ガフロさんは僕のイメージではやっぱ元祖武器屋、数多い今武器屋の方が数多くいらっしゃいますけど、僕の中で元祖っつったらガフロさんのイメージが強いですよ。ガフロさんのこれまでを振り返ったところで、まあ現在のガフロさんについてもお聞きしたいと思います。で、現在の活動や職業というのは、まあ先ほどね、語っていただいたように、ワンコネクトさんに、行く前のところで、働いているというのと、あとはこういったボタン制作とか、新しいデバイスにもチャレンジする心を持ち続けていると。まあなんですけど、まあこれも言っていいのか分かんないですけど、実は今年の初めにうつ病と診断されまして、現在休職中のみとなっております。まあまずそう診断されて、で1月が結構辛くて、うつ病の場合って寝られないっていう人いると思うんですけど、自分の場合は無限に寝ちゃうんですよ。一人暮らしで飯も無限に眠いから1日パン1個とかなんかそういうレベルで、もうなんか自分このまま餓死するんじゃないかっていうレベルだったんですけど、まあそんな中でまあ板澤さんがちょっとやってほしいことがあってって依頼をいただいて、でまあこの話はザンギさんにもしたんですごいそこで気遣ってはくれたんですけど、まあ自分としてはすごい楽しそうなことだったので、ぜひ作らせてくださいという形でやらせていただいて、でやっぱりこうデバイス作りって楽しいので、まあ起きてられるようになったんですよね。で起きてられるようになったから1日パン1個とかじゃなくてちゃんとご飯も食べられるようになって、まあ、結構今は回復してきていて、もうすごい感謝ですね。まあ願わくはねこの自分のモチベーション、まあ、好きなことで飯食えるのがいいですよね。確かに。まあやっぱスト6もね注目度高いですし、格闘ゲーム全体的に注目度高まってると思うので、すごいお話は伺いましたね。精力的に活動をしやすいとは思うので、お体に気をつけて。ありがとうございます。今スト6はあんまりやってる時間なさそうですか？やってないですね。まあっていうのも自分もプロだった頃の名残というか、なんか目的意識みたいなのはまだ残っていて、スト6を自分がプレイすることによって何を発信したいのかとか、何を伝えて盛り上げていきたいのかっていうその軸がないと、なかなかできない。そうなんですよね。そういう感じでスト6をやる目的がない状態になってしまっているので、まあちょっと、まあやってないという感じですね。ライセンスって返上しました？ライセンスはスト5の頃に、更新するかどうかっていう、まあ申し出があったので、お断りするというか、そうですね。まあその時もその目的っていうのはなかったので、まあお断りさせていただくという形で、まあ返上という形になりましたね。じゃあ今はあれですかね、ザンギさんに頼まれたりするのもあって、新しいデバイスの可能性を日々探求しているという噂は聞いておりますが、だからザンギさんのプレイスタイルとしてなんかモダンとクラシッ
クを切り替えてやって、はいはいはい、はい。で、それで、モダンはパッドで、クラシックは開け込んでって言って話を聞かせていただいて、自由にデバイスを組み替えられるようなものを作ったら、なんかそういう、要望にも応えられるんじゃないかなと思って、こういう。新しい。新しいもの、こちらにもありますけど。なるほど。じゃあ、今日ね、もうたくさん持ってきていただいてるんで。ありますけど。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはこちら。これ左手用と右手用に分かれていて、これをつけたりして違うデバイスを入れ替えたりと。はい。なるほどね。ちなみに名前ももうついてて。出た。これリテラス。意味としては自由な怪物。リテラス。テラスがやっぱ怪物という意味なんで。中村さん大好きな。自由にデバイスを組み替えられるということで自由な怪物という名前をつけさせてもらいましたね。これ各々名前あったりするんですか？これはレバー。リテラス、レバー。今つけました。リテラス。はい。レバーレス。これが多分一番やばい。リテラスパッド。はい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 。パッドとレバーみたいな。右手もこっちあるんだ。そうですね。パッドとレバーとかパッドとレバーレスみたいな、なんかそういう今までにないような組み合わせもできるということで。あとはこれ、なんかどっかで見たことあると思うんですけど。確かザンギさんのやつ。そうですね。これが自分のお気に入りの傾斜付きの。どうぞどうぞ。ここら辺のパーツっていうんですか？それをこのリテラスの左右につけることで、様々な組み合わせで遊べるんじゃないかと。そうですね。はい。なるほど。これとこれをもしつけてやったら、普通にパッドでできるっていうことですよね。一応。膝置きのパッド。じゃあちょっとおすすめの組み合わせで。はい。そうですね。じゃあまずやっぱこれですよね。この15ピンをまずここに挿す。そうですね。ケーブル巻き込まない形で、ちょっとこの辺ちょっと難しいんですけどね。でつけていただいて、でこのガフロさんがアタッシュケースで発想を得たと言われるこのこちらで、それでピンでパチン。おお、いいっすね。そうですそうです。右手これです。そしてじゃあ左手はやはりこっちにします。異様な組み合わせになります。こんな感じかな。はい。で、あとはパチンと。おーできましたそれでは早速、リテラス、パッド坂の方いきたいと思います昇竜拳出るか。パッドがね、あんまり慣れてないもんで。ボタン配置がすごいことになってますね、これ。そうなんです。自分にとってはそれがベストなんですけど。EMS ボタン、使い心地いいですね。油断するとひょっとしたらインパクト出ちゃうかもだけど。でもこういう感覚になるんだな。右手の感触としてはどうです？その指の腹で押す運用というか。指の腹で押すのは僕ちょっと練習したんで。そうなんですか。なるほどなるほど。こんぐらいの角度だといいのかな。なるほど。右の坂に関しては時々さんも数自作してる。自作してる。僕はお願いしてやってもらう。どんな感じだったろうな。あの時はちょっと角度が浅かったので、こっちの方がグッと傾いてますよね。あとはここが浮かしてあるとかっていうのもあって、同助手の精度がやっぱり難しかったんですよね。ちなみにこれ左手パッドなんで、なんかその辺の同時押しのデメリットをなんか LR とかで補えるみたいなこっちでこともできますね。パリ入れたりとか。そう。ありがとうございます。他の組み合わせもう一個いきます。じゃあレバーレスいってみます。こうして着脱30秒で。注目をした。そうですね。運指がいらないような形ですね。ちなみにこの形もB ボタンを取れ。
3年前から使ってます。むしろ自分はもう慣れちゃってこれでしかできないまでありますね。はい。じゃないときつい。はい。もう何年も使ってるんで。そもそも自分はこの普通の配置の時でも大パンと中継を入れ替えてて。さっきね、入れ替わってたんですよ。そう。ただ入れ替えることによって大パンがここに来ちゃってて、しゃがみ大パン体育がすごい苦手になっちゃったんですよね。その指を下にずらさなきゃいけなくなって。で、これやりづらいなと思って、こういう傾斜の配置ものを作ってやってみたら、もうバリバリ出るようになって、同時押しの問題に関しても、縦に同時押ししなくて済むような、やりづらい同時押しをしなくて済むような、配置にして、それになれればいいなという考えでやってたんで、自分は有用だと思ってますね。はい。やっぱりね、ぶっ飛んだこと考えますね。これもジャンギさんに依頼受けてからの着想なんで、自分一人の力ではないですけどね。はい。でも今触らせてもらいましたけど、やっぱパッドでやるのとかはちょっと、自分自身は慣れてない部分はあったんですけど、普通に動かせましたし、まさにね、ちょっと自由度が半端ない。リテラス。自由な化け物ということで。以上、格ゲー研究室でした。ガゴさん、お知らせなどがあれば。こちら、ちょっと、リテラス。自分の X の方で発表させてもらうとは思うんですけど、そちらも、興味がある方いましたら、連絡いただければと思います。というのと、あとはリーメスボタンに関してはおかげさまで大好評販売中ということなので、ぜひよろしくお願いいたします。といった形、トゲゾさんも今日呼んでいただいてありがとうございました。なんか本当に楽しいお話を。本当に。もうガフロさんの近況を聞けて、良かったです。ありがとうございます。引き続きガフロさんの活動には注目していきたいなと思える回でしたので、引き続き頑張ってください。ありがとうございます。また機会があれば。そうですね。ぜひぜひ、続報で。全然呼んでいただいて構わないです。だから、なんかあったら、逆にオファーください。ガフロさん苦手なところだったっていうことなんでしょうけど、今回ね、こういうね、ご縁もあるっていうことで、新しいなんかあったら、ちょっと次の研究室これいけますんで、みたいな感じで、軽い感じで言ってくだされば、ぜひぜひやらせていただきます。そう言っていただけるのは本当に嬉しいです。ありがとうございます。お願いします。こちらこそありがとうございます。はい、ありがとうございました。それでは、次の動画でお会いしましょう。また私が現在アンバサダーを務めておりますヒットボックスは概要欄のリンクから購入できます。皆様よろしくお願いいたします。